皆さんこんにちは、こたつマニア、です。毎月16日は、トロの日、です。おめでとう、すべての、トロマニア。美味しいマグロの、お寿司を提供することで、大勢の皆さんに喜んでもらい、そして、業界を活気づける記念日です。そんな、トロ、を、ノマドスカルプトでこねこね。レッツラゴー。今回もノマドスカルプトは使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。今回もドラッグツールやチューブツールを使い、作業を進めていきますよ。各ツールの使い方は、以前の動画、タイトル、クラブ、をどうぞご視聴くださいませ。今回は、そんな、トロ、に感謝を込めて、アンドンみたいな、大マグロを作りますね。アンドンとは、日本のランプです。日頃の感謝や、供養を目的として、身近なものや、神様を表したものなど、様々な形を作り上げた、アンドンもあり、日本でも、お祭りも行われています。さて、大まかな形ができましたら、オブジェクトを選択して、ボクセルをリメッシュ、します。解像度は、12に設定しました。少し昔の、ゲームキャラクターみたいですね。気になる部分を、ドラッグツールで修正します。分割ツールで口を作りましょう。さて、オブジェクトの面と面の境、辺を目印に、チューブツールで支柱を作ります。あまり細かい部分は気にしないで。夏休みが終わらないうちに、サクサク作りましょう。次はライトを配置して、発光させます。白いオブジェクトを選択して、上部ツールバーから、マテリアル、を呼び出します。タイプを、屈折、に変更します。反射率、をドラッグしてマックス。屈折率は、最小値に設定しました。下へドラッグして、サーフェスの数値をマックス。内側の数値は、マイナス 66%。ライトを配置した後、再び調整します。上部ツールバーから、シェーディング、を選択。ライトを追加、をタップします。中央上部のツールバーから、方向的、をタップ。ライトの種類を、ポイント、に変更します。画面内、ライトのアイコンをタップして選択。
オブジェクトの中央に配置します。オブジェクトを選択して、色をつけてみます。再び上部ツールバーから、マテリアルをタップ。内側の数値を調整します。お好みで。その下の両面をオンにします。ライトを選択して、強度を変更します。お好みで。このライトが作り出す影は独特ですので、排除したい場合には、ライトのツールバーから、シャドウをタップしてチェックを外しましょう。さて、オブジェクトを着色したいときには、解像度を上げて、リメッシュし直せば、より細かに彩色できますよ。私は解像度を12から300に変更しましたよ。それでは、完成となります。昔、あなたがくれた、トロの味が忘れられない。美味しい、トロはいつもらえるの？中トロ、大トロ、ニャントロ、トロ。キャットフードはもう飽きた。あんどん作って、トロ祈願。毎月16日は、トロの日にゃん。さあさあ、ちょうだい。トロちょうだい。お粗末様でした。